これだけは譲れねえ。俺のスタイルに反する。相変わらず誇りのかぶった考え方をされているんですね。ステージバトルから何も学ばなかったのですか？んだとこら。お前こそいつまでも尻軽な考え方してんじゃねえよ。なんですって？何でもかんでも節操なしに受け入れやがって。ポリシーってもんはねえのか。そういう視点もあるか。常により良いものを求め改善していく。それが僕のポリシーです。結局尻軽ってことじゃねえか。変化を恐れていてはいつまで経っても発展は望めませんよ。動かない歯車は錆びゆくのみです。ハジュンの言い分もわかる。王道にはな、王道の輝きがある。それはちょっとやそっとじゃ錆びない本物の輝きなんだよ。まあまあ傭兵、落ち着いて話し合おうじゃないか。前のバトルでちった話がわかるやつかと思ったんだがな。ようやく意見が合いましたね。やはり我々は相入れないようです。困ったな。このまま何も決まらないと我々の夕飯にも関わる。すみません。お腹が。傭兵、ヨン君、もう酢豚にパイナップルを入れても入れなくてもどちらでもいいんじゃないかな。いいわけあるか。入れます。これだけは譲れません。すまないね、菅佐野君。せっかく家に招いてもらったのに。いえ、曲作りのためにわざわざ家まで来てもらってありがとうございます。それに料理の手伝いまで。まあそれに関してはまだ何もできていないわけだけれど。なんなら皆さんは向こうで休んでいただいていても結構ですよ。調理は全て僕に任せていただいて構いませんし。そしたらお前勝手にパイナップル入れるだろうが。何が悪いのですか？その方が味に緩急がつきますし、酵素で肉が柔らかくなるという利点もあります。利点ってな、こだわりってもんがねえのか。むしろこだわった結果ですが。新しいもんにホイホイ飛びつくことをこだわりとは言わねえんだよ。温故知新とも言うけれど、あなたこそ新しきを知るというの意固地になっているだけなのもでは？大事かもしれないね。なんだと。最高ですね。そう思うかい？はい。信念のこもった熱い意見のぶつかり合い。なかなかここまではできないですよ。ああ、お互いスタイルへの向き合い方が似ているのだろうね。料理の具一つでここまでこだわりを持って向き合えるなんて、これぞまさにスタイルウォーズです。そうだね。自分たちの信念をぶつけ合うところから始めるというのは、曲作りにもどこか似ているかもしれない。互いの信念を知ることで理解と確信、リスペクトを内包した化学反応が生み出されるんですね。わからねえ野郎だな。私もそう思うよ。何がそうなんだよ。少なくともあなたよりはまともな食生活だとは思いますよ。いちいちムカつく解説しやがって。酢豚にはさて、絶対にパイナップルを入れるべきです。いや、絶対にパイナップルはなしだ。そこまでだよ、ヨン君、傭兵。盲目になった競り合いの先に良いものは生まれないよ。それは料理だって音楽だって同じだ。そう思わないかい？それは。一つ提案があるんだ。お互いが思い思いの料理をして、それをお互いが食べ合う。それで意見を交わしてみるのはどうだろう。そういう歩み寄りの一歩が料理を、ひいてはこれから作っていく音楽を良いものにしていくのではないかな。サイモン先生。あのすまねえ。つい頭に血が上っちまった。僕こそすみませんでした。意固地になってしまったのは僕の方でした。すごい。一つのアイデアで二つのスタイルがミックスされて。そうか、
そういうことか。菅佐野くん。みんな夕飯を食べたらすぐに曲作りしましょう。いいアイデアが降りてきたんだ。なんだ、いきなりギラギラした目して。アレンが何か思いついた時は大抵こうなんです。これはかなり大きなひらめきのようですね。それは興味深いね。そういうことだ。さあみんな、ご飯にしようか。